淡麗系のラーメンで醤油と塩、クリアなスープで麺線が綺麗なラーメンっていうような感じのものをやってみようと思って、それをかなり意識してやってます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。旅行してると思うふうにしてます。このお店は始めて何年ぐらいになるんでしょうか。今13年目ですかね。基本は夜の携帯からスタートと、そうですね、夜の居酒屋を始めたのが13年前で、ラーメンは今4年目に入るのかなって感じです。このラーメンを始めたきっかけみたいなのは何かあったんでしょうか。コロナ禍で時短要請だったりとか営業ができない日々がかなりあったんで、その時に何かやることないかなと思って、当時インスタのアンケート機能みたいなのでフォロワーさんたちにうちで何をやったら食べたいですかみたいなことを投げたら1位がラーメンだったんで、もともと僕からすごいラーメン好きで機会があったんで、それを機にやってみようかなって言って始めたのがきっかけですかね。今はじゃあ居酒屋形態で昼がラーメンという感じでいいですか。そうです。ただ夜も今同じラーメン食べれるようにして夜もラーメンだけの利用もできるようになってます。あとはキッチンカーやってるんですけど、キッチンカーは基本出店先ではラーメン出してます。もともとお料理が好きでこの道に進んだっていう感じでしょうか。そうですね、もともと実家が民宿をやってて、小さい頃から自分のご飯は自分で作るみたいな環境で生まれ育ったんで、料理はちっちゃい頃から好きでしたね。もう就職していきなりこの飲食の道に進んだ感じでしょうか。いや、一回サラリーマンになって5年ぐらいエンジニアとして働いてて、料理作るの好きでよく家に友達を招いてご飯を振る舞ったりとかはしてたんですけど、もともとここの店舗が大吉っていう焼き鳥屋さんだったんですけど、その頃に学生時代にアルバイトさせてもらってて、そのお店が閉まるっていうお話を、サラリーマンの時に聞いて、次やる方を探しているって話でお店やってみたいなと思いがあったんで、そこでちょっと飲食やってみようかなっていうのを決心してというか、で脱サラして始めたっていう感じですかね。はい、今までお店やられてきて、はい、なんかこれは大変だったとか、これは正直もうやめようかなみたいに思ったことって何かありますか。やっぱコロナ禍ですかね。お店を6、7年やったタイミングぐらいでコロナが来て、最初はすぐ収束するだろうなんて軽い気持ちでいたんですけど、2年経っても3年経ってもなかなか状況が良くならず、悪くなる一方だったんで、なんかちょっと飲食店が悪みたいな風潮がちょっとあったので、不要不急とかあれだけメディアで騒がれると、なんか僕たちがやってることは不要なことなのかなっていう風なメンタルにはなっちゃって、お店辞めようかなと思った時期も
あの頃はありましたね。なんかこのままやってていいのか、続けてはいきたいんですけど、世間的にやっていることが正しいのかどうかっていうのが分かんなくなっちゃった時期があったんで、あの頃が一番しんどかったですね。これだしです。ラーメンのスープ、鶏ガラのスープと昆布と煮干しと干し椎茸から取ってるだしを合わせて作ってるので、そのだしを引くのがラーメンのこだわりとか居酒屋とかいろいろな形態のお店やられてるってお聞きしてるんですけど、事業展開の思いとかなんかこだわり、他のお店と違うところとかあれば教えてください。それこそ本当コロナの時に時間がものすごくあったんで、仕事したくてもできない時期に、僕実家が乗鞍高原っていう山の方なんですけど、なんかそこで畑を手伝ってみたりとか、親父と一緒に山を歩いてみたりとか、なんかそういうことをした時にすごい今まであんまり気づかなかったすごいいいところに生まれ育ったんだなっていうのに気づいて、乗鞍っていう場所を、もっといろんな人に知ってもらいたいなっていう思いとか、自分で山歩いて山菜取ったりキノコ取ったり、それをお店で使ったりっていうような地産地消じゃないですけど、ちょっとそれをテーマにしながらやってます。ラーメンはもともと僕ここ数年淡麗系っていう言葉が多分できたような気がするんですけど、そういうラーメンが好きで、松本って結構そういうお店が3年前でも全然なかったんで、淡麗系のラーメンで醤油と塩、クリアなスープで麺線が綺麗なラーメンっていうような感じのものをやってみようと思って、それをかなり意識してやってます。そこに木札がかかってるんですけど、堺製麺さん、製麺屋さんから麺を作っていただいて送っていただいてるんですけど、信濃にある製麺屋さんで、松本にもいろいろ製麺屋さんがあるんですけど、僕ここの製麺屋さんの麺がすごく好きで、ここの麺を使ってるラーメン屋さんが特に好きだったんで、ラーメン始めるときに電話して、松本でラーメン屋始めようと思ってるんですけど、麺作ってもらえないですかっていうのをお願いしたら、快く引き受けてくださったんで、そこの麺を今ずっと使わせていただいてます。これはランチセットってラーメンと唐揚げと半ライスがつくんですけど、その唐揚げの下準備ですかね。この店に来たらこれ食べてほしいみたいな何かあれば教えてください。うちは醤油と塩2本なんですけど、塩ラーメンが結構おすすめしてます。なかなかラーメン屋さんで塩を推してるところが少ない印象があるんですけど、うちは結構塩ラーメンおすすめですっていうのをよくやってますね。あとはこの唐揚げが居酒屋でも出してるんですけど、創業の時からずっと人気メニューですね。変わらない。なんでラーメンもセットでつけて。結構大きいですよね。そうですね。この大きさが売りと言いますか。お弁当とか居酒屋の方でも同じようなサイズで出してるんですけど、結構初めて食べる方はデカッと居酒屋の話は先ほどしていただいたんですけど、はい、他にどのような業態の仕事をされているんでしょうか。今は居酒屋をここともう1店舗駅前でやっているのと、あとは仕出しのお弁当があるので、店舗とは別にセントラルキッチンがあるんですけど、そこでお弁当の仕事をやってるのと、あとはランチのラーメンって感じですかね。とキッチンカー。なんで大きくは4つぐらい仕事が今やってます。どの業態も、地産地消というか、そういうところを意識されてるんでしょうか。そうですね。去年の5月に駅前に居酒屋を出したんですけど、そこがもともと農業をやってて、お野菜の居酒屋としてやったので、そこと合併した形なので、そこから僕らも農業に今取り組んでて、今の時期なんか夏野菜がかなり取れるんで、お弁当もそれを漬物にしてつけたりとか、副菜としてつけたりとかしてるんで、地産地消感はだんだんどの事業も強くなってきてるかなっていう印象はあります。県外ナンバーのお客さんが結構多くて、なんでだろうな。海外の方も多いですね。すぐ近くにルートインがあるんで、そこに多分泊まられてるお客さんで、海外のお客さんはいらっしゃいますね。
ますね。できます。塩です。お願いします。お待たせしました。はい、こちらランチセットの塩ワンタンですね。で、ごゆっくりどうぞ。ちなみにこのお店は初めて2回目です、 2回目、はい。前回来た時は何を醤油のランチセットですね。今回ワンタンはそうですね、はい。どうですか、食べてみて。美味しいです。おすすめのメニューなどあればちょっと教えていただければと思うんですけど。両方とも塩も醤油も美味しいです。ありがとうございます。はい。はい、チーズメニューですね。ありがとうございました。はい。いかがでしたか。美味しかったです。また来ます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ランチセットの醤油でランチセットの醤油。はい。お願いします。以上でよろしいですか。はい。失礼します。
お願いします。2セットの醤油ラーメン。はい、はい。この店は初めてですか？いや、2回目で2回目。前回ちなみに何を頼まれたんでしょうか？す。前回塩ラーメンです。今回醤油食べてみていかがですか？また塩と違って美味しいですね。で、お返しです。はい。ありがとうございました。いかがでしたか？また美味しかったんで、また来たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。わかりました。今後このお店をどうしていきたいとか、将来的な目標などあれば教えてください。はい、居酒屋だけじゃなくてお弁当とか、キッチンカーとか、その飲食っていう業種を幅広く今仕事にさせてもらってるんで、なんで店舗展開をこうどんどんやってっていうよりは、地域に根付いた地産地消、自分たちで畑やったり野菜作ったり山入ってキノコ取ったりとかっていうのをもっともっとしっかりやっていきたいなっていうのが今と思いとしてはありますね。なので地産地消っていうのを本当にもっと掘り下げてやっていければいいかなっていうのを考えているのと、あとは時間が民宿をやってるんでそこを継ごうかなと思ってます。本日はありがとうございました。ありがとうございます。